キャットストリートにある天狗の宮川と申します。よろしくお願いします。由来的にはなんかうちにある商品を買ってくださったりとか見てくださった方々が天狗になってくれればいいかなみたいなそういうみんなで天狗になろうよみたいな。もともと大学の時から友達と古着屋やりたいねみたいなざっくり夢はあったんで、20代後半入ったしやるかみたいなので始めた感じ。一番多分やっぱ言われるのは値段ついてなくて、全部にもうまずこれいくらですかからお客さん入らないと多分買い物ができない、そもそも。だから自分一人で完結できないんで、僕と喋るしかないですねはい、じゃあここから店舗の入り口なんで上に上がってきます。じゃあ店内入ってきます。ざっと店内こんな感じなんですけど、じゃあ早速こっちのゾーンは基本うちだと裏原系とか恵比寿系がまとまってるラックになってて、1990年後半とかあと2000年初期くらいに流行ってた裏原系恵比寿系ブランド、音楽のカルチャーとかに沿ってできてるものとかも多いんですけど、フェノメノンってブランドとスワッガーってブランドがうち結構多いんですけど、このポスターの方大隅さんっていう方で、この人がスワッガーとかフェノメノンのデザイナーさんなんですけど、今の子にぶっ刺さるブランドかなと思います。じゃあ夏にちなんでこのポロ、これフェノメノンのポロシャツなんですけど、なんかやっぱポロシャツって結構シンプルなイメージが強い中、ゴールドとかの柄が入ってるっていうのが逆に今っぽいっていうか、あんまりない分なんか一個アクセントにいいかなって感じです。夏の変わり種とかでいくとこれとかレザーショーツです。本当になんか2000年初期の匂いを感じる丈感とか、ヤマピーとかが昔着てましたみたいな丈感なんだけど、なんでこれがレザーになるんだっていう、これもフェノメノンですね。なかなか古着じゃ見ないよ、ディティールの。やっぱその時代にこれ作れんのやばいなっていうのは、これもフェノメノンなんですけど、ドッキング、シャツにシャツドッキング、デニムシャツになんか普通のフランネルみたいなのドッキングしてあるんですよ。これ取り外しができるわけじゃないんですけど、なんでこういう付け方したんだろうみたいな、多分今だったらまだ理解できると思います。こういう着方してる人も多いんで、シャツになんか腰巻きでシャツ巻いたりとかする人も多いんですけど、これなんか当時に作れてるって、それこそ大隅さんの凄さっていうのが分かる一着だと思います。18から20、21とかそのぐらいの世代の子たちってこういうなんか特殊っていうか変わり種ってすごい好きな子が多くて、なんかそういう子たちには結構こっちはやっぱり選ぶ方が多いって感じですね、この辺は。ここは時期的に今もう夏近いんで、今だったら T シャツ、春とか秋とかだったらシャツとか、全部好きなんですけど、これとかシンプルに皆さん知ってるスーパーマン、これ70、80くらいなんですけど、こういうの適当にビタッと着てデニムでもベルボトムとかそういうのに合わせたりとかする子もいれば、僕だったらもうこういうのにシンプルにもうなんかリーバイスとかちょっと緩めのデニムに、B さんとかにこういうのピタみたいなのでシンプルにいってほしいっていう一品みたいなの、これとかいいんじゃないですか。この501のプリズナーパンツ、プリズナーってもうほんと囚人パンツみたいな、珍しいと思います。あんまり見ることないんですけど、当時の人が多分色抜いてるっす。色結局ブリーチで抜くってやる人も多いと思うんですけど、こういう風になんか綺麗に色抜けてて雰囲気出ててってパンツあんまりないと思うんで、これ結構おすすめっすね。このオリジナルのキャップをぜひ手に取ってもらいたいなと思って。これでもめちゃめちゃ使いやすいと思います。色も選べるし4色なんですけど、バッドヘアデイってもうそのままですね。髪型悪い時はこれかぶれよっていうこのバッドヘアデイっていう文字自体は80年代くらいのニット帽に書いてあった文字なんです。このメッセージめっちゃいいじゃんっつって、これをめちゃくちゃチープなキャップに刺繍しようってなって作ったのがこれなんですよ。なんでこれをもう髪型決まんない時とか朝寝坊した時にパッとかぶって
もうぐっちゃぐちゃに使ってもらってボロボロにしてくださいっていうキャップで、これにピンズとかピンズ缶バッジとかつけてやったりとか、なんかいろいろ自分でカスタムできるんで、あったらちょっと天狗クルーになってくださいっていうのと、まあちょっとかっこよく言うと第二の家ですかね。結局個人店でお客さんの入りとかもめちゃめちゃこうバーって多いわけじゃないんで、なんかそれでゆっくり見れるしゆっくり喋るし、なんかそれこそ絶対に喋んなきゃいけない環境なんで、まあそうなってくるとやっぱ仲良くなる。で多分一発目開けたら真っ赤だし、なんかやべえポスター貼ってあるし大丈夫かなっていう入りですけど、まあ話してみるとなんか帰る時に面白かったですとかって言ってくれる子もいれば、好きだったらまた帰ってきてくれればいいしとか。ここにかかってるこれなんですけど、なんかおすすめっていうよりかはなんか変わってて、なんか一見普通のリーバイスの、まあ、501、まあ、何があれかって、まあここ見てもらえるとあれなんですけど、タブが2個ついてるんですよ、これとこれ。普通リーバイスって僕も今入ってるんですけど、多分ここに1個なんですよ、1個。こっちにはつかないんですけど2個ついてるっていう、まあエラーですね。これ赤耳なんで 80s ぐらいなんですけど、そもそもエラーってあんまり見ないです。世に出回らないっていうか、エラーって普通作っちゃいけないもんなんで、まあ、いわばもう不良品です。やっぱ当時昔の工場の人とかって結構適当な部分もあるんで、そういうのがたまに出回ることがあるんですよ。これめっちゃやばいじゃん、エラーじゃんっていうだけで入れたっていう。でもこれなんかガシガシ履くのもありかなって思います。結構ダメージとかあるんですけど、なんかやっぱ 80s らしさがある色落ちっていうか、のぺーっとしてる、でもなんか綺麗に色が落ちてるような、やっぱない人と被んないっていうか、こんなん多分履いてる人ほぼいないっすよ、エラーなんて街で。今の人ってやっぱこういうのにも価値をつけるじゃないですか。それがなんか一周回っていいな。